こんにちは。かねこでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょじゃなくて、おめえ。よいしょ。何やら巨大なお魚っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、おひょう。ということでね、おっきなお魚届きました。こちらがおひょうというお魚でございます。一見ヒラメかなと思うんですけど、これね、ガレイなんですね。これはね、北の方でよく取れる、化け物ガレイっていうとこですかね。で、これね、海外だと、ハリバットって言って、最大で4メートル、300キロ近いおひょうが上がったこともあるんですって。で、今日のおひょうがですね、これ10キロですね。10キロちょうどぐらいのおひょうでございます。で、この魚は気まぐれクックでは初めてですかね。僕もね、欲しいとはずっと思ってた魚なんですけど、なかなかね、手頃なサイズのおひょうがなくてですね。大体こういうのはね、フィーレ状になって出荷されるんですよ。こういう丸の状態で手に入れるのはなかなか難しいお魚となってます。はい。というわけで、まずは観察していきましょうか。はい。これが裏っ側ですね。口元はね、パッと見、カレーっぽい口元してるんですけど、やっぱり大型のカレーだけあって、すごい鋭い牙がついてます。これ危ないですね。この牙で300キロある個体は、人食いガレーですね。で、表側ですね。よいしょ。はい、表がこんな感じ。なんか、あれですね。カレーとヒラメの中間ですね、顔が。身はかなり柔らかいですね。ちょっと水っぽそうなカレーですね。かなりプルプルです。なのでこの魚はあんまりお刺身には向いてないと思います。で、匂いがね、なんか、マコガレーとか石ガレーに近い匂いがします。もうザ・カレーの香りって感じですね。で、こういうちょっとね、点々がありますね。で、割と体高はね、シャープですよね。はい、こんな感じでございます。そしたら今日はこちらのおひょうを使って、おひょうのムニエルを作っていきたいなと思います。この魚はね、フライとかムニエル、油を通した方が美味しいと聞いたことあります。さあ、そしたらこちら5枚におろして、スキンレス、皮引きの状態にしましょう。ちょっと皮はね、これ匂いそうですので、ちょっと皮を引いて料理していきましょう。まずは頭を落とすと。あ、骨柔らかい。めちゃめちゃ柔らかいわ。簡単に落ちましたね。そしたら、5枚におろします。で、ヒラメと一緒にここに中央に1本線がありますんで、ここに1本さーっと入れると。で、尻尾まで来たら尻尾のところに切れ込みを入れる。こんな感じ。にしてもね、むちゃくちゃ分厚い。すごく肉厚ですね。うわー、すごいなこれ。こんにゃく見て、身が。すごいおろしやすいですね。こんな感じ。で、縁側をきれいに残したい場合は、ヒラメと一緒ですね。ヒレのここ、付け根に1本切れ込みを入れておくと。そうすると、縁側きれいに剥がれますんでね。こんな感じ。よいしょ。4分の1が落ちるだけでだいぶ軽くなった。かなり扱いやすくなりましたね。わ、これね、油ありそう。皮がさ、普通にめくれてきちゃうんですけど。ほら、これ別にね、鮮度が悪いとかいうわけじゃないんですよね。皮はとっても剥がれやすい魚なんですかね。はい、パッカーンと。あれ、身がちょっと割れちゃいますね。すげえ柔らかい、身が。はい、お腹側ですね。もうこうなってしまえばもうこっちのもんですね。反対に向けて、反対側も一緒。ここにガイドラインを1本仕込む。背中側。で、お腹側もガイドラインを1本仕込んでいく。で、ここも真ん中に1本包丁を入れて、で、身を剥がしていくと。でね、骨が柔らかいんで、ちょっとでも骨の方に包丁が入ってしまうと、骨が切れちゃいますね。こんなに大きい魚なんですけど、意外と骨は弱いっていうね。軟骨系っていうわけでもないんですけど、シンプルに骨が柔らかい。はい、こんな感じ。でね、この魚、ぶどまりがめちゃめちゃいい。すごい身がたくさん取れますね。
よっと。はい、このようにおろし終わりました。おろしてみて思ったんですけど、この魚、縁側がめちゃめちゃ少ないですね。上手に取ったつもりなんですけど、この大きさの割にはね、すごくちっちゃいですよね。そしたら尻尾の方から包丁を入れて、ちょっとね、皮肌が筋っこいですね。あえてちょっと浮かして引きますね。こんな感じ。綺麗ですね。めちゃめちゃいい身してます。で、次はお腹側ですね。お腹側。ここに腹骨がついてますんで、腹骨はついちゃいましょう。これ、洋包丁でさばくとね、おろしやすいですね。海外だとこれ、フィレナイフで、スパスパスパってさばいてますもんね。ちょっと危ねえ、トトラ。ダメよ。はい、こんな感じ。すごい綺麗な乳白色の身をしてますね。問題はね、味なんですよね、これがまた。皮もめちゃくちゃ引きやすい。ほら。はい、こんな感じに4枚フィレ状になりました。むちゃくちゃ量ありますよね。身だけでも5キロはありますね。さあ、そしたらこの状態になったら、縁側は外しちゃいましょうか。本当は刺身でいきたいとこなんですけど、ちょっと今日はやめときます。で、おひょうって普通のカレーに比べてアニサキスがいる確率が結構高いんですよね。なんでお刺身で食べる場合は気をつけてくださいね。そしたら切り身に切っていきます。こう切りますか。うわぁ、綺麗な切り身。見てください、このツヤッツヤです、この断面。包丁もスーッと入ってきますね。スッと。もうね、気持ちいいぐらい。豆腐切ってるみたい。そのぐらい柔らかい身してますね。ふわっふわ。これ何切れ取れるんだろう。10切れ以上取れましたね。なんで10キロのおひょうで約40人分のムニエルができるという計算になりますね。ちなみに今日のおひょうが1尾16,000円でした。なんでこれ1切れ400円ぐらいの計算となりますね。そう考えると結構高級な魚ですよね。そしたら調理していきますね。バットにお塩を振って、で、その上におひょうの身を並べていきます。今日は3切れ作りましょうか。で、その上からまた軽くお塩をかけていきます。で、これで10分ほど置いて、魚の中の余計な水分をお塩の力でぐんと出していきます。はい、10分経過してかなり水が出てきました。そしたらこのお匂いたっぷりのお水をしっかりとペーパーで拭き取って、小麦粉ですね。小麦粉をバットに移して、で、うっすら小麦粉をつけていきます。あんまり分厚くつけないで、ほんとうっすら。こんな感じですね。ここでしっかりとね、まんべんなく薄くつけることが、綺麗に焼き目をつけるコツなんでね。いかん。ミスった。下味つけるの忘れましたね。こうやってブラックペッパーとかあると、いいかもしれませんね。はい、そしたら焼いていくんですけど、ムニエルをふっくら焼くコツは、たっぷりのバターで、火加減は弱火。これだけです。これさえ守れば綺麗に焼き上がります。はい、バターが溶けてきましたら、おひょうの身を入れていきます。たっぷりのバターの海に泳がせてあげる。で、ここでバターを常にかけて、焦がさないように全体にバターを絡めていくと。バターを焦がさないのが勝負ですね。あんだけ身が柔らかかったんで、皮引いちゃうと崩れちゃうかなと思ったんですけど、全然崩れないですね。で、ある程度火が入ったら裏返して、反対側にも焼き目をつけていくと。よし、こんなもんでいいでしょう。そしたら一旦お皿に盛り付けますと。うお、ふわふわ、とろっとろですね。めちゃめちゃうまそう。よし。そしたらちょっと置いといて、ちょっとこのバターに味をつけましょう。まずはレモン汁。ジューッと。で、そこにトマト。で、お塩を一つまみ。で、トマトにしっかり火を入れていくと。で、ちょっと緑を入れて、で、ソースをかけると。はい。で、レモンをちょっと添えて、
はい、これでおひょうのムニエルの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。うまそうにできましたね。ではではいただきたいと思います。いきます。柔らかさ注目しとってくださいね。この柔らかさです。めちゃくちゃ柔らかい。ちゃんと中までしっかり火通ってますね。このトマトレモンソース。これがね、うまいと思いますよ。いただきます。うわ。これ。これむちゃくちゃうまいですけど。これとんでもなく上手にできた。はい、まずソースがめちゃくちゃうまいです。残りのバターをちょっと焦がして、レモン汁、トマト、塩、めちゃくちゃ合います。で、これね、おひょう。こいつはうめえ。何にも癖がない。俺、サーモンのムニエルより、おひょうのムニエルの方が好きかもしれん。すごい味もしっかりしてる。で、とにかくふわふわでうまい。タラとはまた違うんですよね。タラはちょっと独特な香りがあるじゃないですか。そういうのが全くないですね。これは発見だな。うまっ。口の中入れた瞬間、とろけちゃうんですよね。寒いとこの魚なんで、味はうまいですよね、やっぱり。これね、ムニエル大正解でした。はい、ということで、今日はこちらの、おひょうのムニエルときました。お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーよ、でん、銀色のやつ。さあ、今日は今からね、うなぎ釣りに行きますんで、ノンアルコールでいきたいと思います。釣れるかな？今、さらっと雨が降ったんでね、最高だと思うんですよ。はい、こちら。5対5ですね。しくった。いただきます。いや、この魚は本当にうまい。そしてゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は化け物ガレー、おひょうを使ってムニエルを作ってみましたけども、予想をはるかに上回る美味しさでしたね。味も美味しいんですけど、なんといっても口どけですよね。ほんと口の中入れた瞬間ほどけると言いますか。で、皮引いたのもあれ正解かなと思いました。皮ついたままいくと食感に邪魔が入ったんじゃないかなと思います。もしかしたらスーパーとかで見かけることもあるかもしれませんのでね、皆さんもおひょうの実、スーパーとかで見かけた際には、ぜひぜひムニエルをやってみてください。めちゃめちゃうまいです。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。